どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画で紹介した成果石をふんだんに使用した山岳レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？個人的には渾身の出来で気に入っているレイアウト水槽なんですが、憎いスネールを根絶するために使用した薬剤の影響で大変なことになってしまいました。そこら辺の詳しい流れは概要欄の再生リストでこの水槽の動画をすべてまとめているので、ぜひ見てやってください。というわけで今回はそんな山岳レイアウトがどうなっているのか見ていきたいと思います。予想通りとんでもなく問題が頻出しているので、楽しんで見てやっていただければ幸いです。それでは早速いつものパパッとおさらいから。ニューラージュパールグラスのみを使用したシンプルな水槽で、最初こそニューラージュがしだれまくって石の輪郭が見えないレベルで繁茂していたんですが、薬剤投与による水草へのダメージと水質悪化の結果、腐海へとなり果てました。そこから物理除去も試したんですがうまくいかず、最終的に苔に覆われたニューラージュパールグラス自体を全て刈り込むという荒技をやったところまでが前回のあらすじです。この時の青緑は勢いがすごく、少しでも残っていようものなら数日後にはまた発生しているレベルでした。これはおそらくニューラージュパールグラスが銅の薬剤でダメージを受け、傷んだ葉が青緑の養分になったことと、水草による水質浄化作用が低下したことが原因と思われます。今回投与したキュプラミンという薬剤は、パールグラス系統の水草に多大なダメージを与えることは実証済みなので、まあしょうがないです。ここから立て直しを図るべく奮闘していきます。それではニューラージュパールグラスを刈り込んだ後からやっていきます。トリミングした量はこんな感じで大変な多さになってますね。しかしこれだけしっかり回収しても数日間はこのようにサーフェイス隙間周辺にトリミングカスが溜まるようになってます。これはヤマトヌマエビが引っこ抜いているのも原因だと思います。正直このトリミングカスが浮上するのは何度も経験済みで、そこまで問題はないんですが、高さを積み上げるレイアウトを意識したため、もっと重大な問題が発生しました。それがこちら。水槽左前面に流れ込んできたソイルです。よく見ると右側にも結構流れているんですが、これはヤマトヌマエビが運んできたものと思われます。ニューラージュパールグラスを刈り込んだことで、石と水草の隙間からヤマトヌマエビが掘り起こしたようですね。ただ、明らかに左前面のソイル流出が尋常じゃないです。これでもかというくらい降り積もったソイルは、そのままにしておくと、下のニューラージュパールグラスが枯れてしまう原因になります。おまけに、せっかく行った盛り土が土台から崩れ、レイアウト崩壊にもなりかねません。考えられる原因は、左側の石組み部分からの流出です。おそらくですが、ヤマトヌマエビがこの洞窟部分の隙間をつまつまし、ソイルを落としているのだと思います。そこで左の山岳部分の上を見てみると、ソイル流出したせいでこのように穴が開いています。おそらくこの部分が下に流れ込んでるんでしょうね。組む時に気をつけていたつもりだったんですが甘かったようです。ここら辺も初めてやるレイアウトなんで仕方ないですね。何でも習うより慣れろです。それから1ヶ月が経過したんですが、依然としてソイル流出は止まりません。水替えのたびにプロホースでソイルを回収し、漏れているであろう部分に戻しているんですが、焼け石に水です。さすがに根本的解決をしないとモチベーションも上がらないので、対策をしていくことにしました。本当は下段の洞窟部分から押さえ込みたかったんですが、手が全く入らないので仕方なく上からアプローチします。この穴が開いている部分にちぎったウールを詰め込んで、なんとか流出を阻止する計画です。これがなかなか大変で、レイアウトが完成している状態からソイル流出を防ぐのは至難の業だということが分かりました。何度も何度もウールを入れ、限界まで詰め込みます。どこから漏れているのか目視できない以上、手当たり次第詰め込むしかないですね。というわけで、ウールマットを詰め込み終わったら、プロホースで下に流れたソイルを上に戻していきます。だいぶ荒技ですが、これくらいしかできることがないんですよね。
こうなると、もしかしたら大和沼エビは撤退させた方が良かったかもしれません。というわけで補修が終わった状態がこちら。水替えも行ったので気泡は上がっていますが、全体的に水草の調子は良くないです。全部刈り込んでしまったので仕方ないんですが、茎だけになっている部分が目立ちますね。ここら辺は特に顕著です。ここだけ見ると新種の水草にも見えますね。ただ、キューバパールグラスと違って根はしっかり張っているようで、今のところ浮いてくるような兆候は見られません。刈り込んでから1ヶ月経っても葉があまり出ていないということは、だいぶダメージを受けていたようです。そして、水草にこそ苔はついていないものの、石にはのっぺりとした苔が付着しています。刈り込んだ直後の映像と見比べてみれば一目瞭然。本来の石の色とはかけ離れてしまったため、全体的にメリハリのない水形になってしまいました。それから20日後の状態がこちら。パッと見あまり変わってないですね。相変わらず石の色は戻っていません。ソイル流出の方はというとこんな感じで、だいぶ勢いは落ち着いたものの相変わらず流れてます。これを見るにだいぶ広範囲にわたって流出部分があるようです。ただ、どこから流れているかは知る術もないので手探りでやっていくしかありません。ニューラージパールグラスの状態はこんな感じで、ちょっとだけ新芽が出てきたかなといった印象。それでもまだ茎が露出しており、茂っているとは程遠いです。ソイル流出、水草の状態悪化、石にのっぺりとついた苔と、あれから問題だらけのこの水槽なんですが、また新たに問題が追加されました。それがこちら、黒ひげ苔です。ついに出てきました。苔の中でも一番嫌われているであろう対処が面倒な苔が。今までは優しめの苔しか出ていなかったんですが、ヤマトヌマエビで他の苔を抑制しているせいか、ヤマトに食われないこいつが発生。見てみると結構広範囲に発生しており、なかなかやばい状態になっています。特に左側がひどく、先ほどのソイル流出箇所ら辺が顕著に発生している感じです。これはおそらく水流が左側に当たりやすいからだと考えられます。右側は比較的おとなしいんですが、左は石だけでなく、ニューラージパールグラスの方にも繁殖していて厄介です。そんな感じで、見るからにボロボロのこの水槽なんですが、このまま放置しても衰退していくだけなので、一つ一つ地道に対処していくことに。まずはソイル流出問題から着手していきます。こちらを見てもらったらわかる通り、先ほどウールマットを入れた右隣に大きな風穴が開いています。ここから結構漏れているようで、すでに上に張っているニューラージパールグラスも、ソイルという土台がなくなったせいで半ば浮いてきていますね。先ほどよりも下段から流れているということは、当たり前ですがそこより上にも影響があり、地滑りのような感じになって全体がスカスカになってきている状態です。というわけで今度は、この風穴が開いている部分にウールマットを入れ込んでいきます。本当に手当たり次第といった感じで、これでせき止められるかはわかりません。ただ、流出箇所が見えない以上、この作業をソイル漏れがなくなるまで続けていくしかないですね。続いては、黒ひげ苔と石の苔問題について対処していきます。ここに関しては、のっぺりとついた苔と黒ひげ苔を同時に退治していきます。まずはいつも通りの水替えと同じ手順で、低床をプロホースで掃除しながら水を抜いていきます。いつやってもこの低床のゴミがプロホース内を登っていくところは爽快ですね。そんな感じで石がほぼ露出するところまで水を抜いたら一旦ストップ。続いて登場するのはこちら、APT フィックスです。こちらは以前動画で紹介したことがある苔取り剤ですね。詳しい使い方や効果が気になる方は概要欄の動画リンクをご参照ください。今回はこれを使用して苔を駆逐していきます。結構お高めの苔取り剤なので、必要分をシリンジで取って使っていきます。それを計量カップに入れたら準備完了。と、その前に、せっかく水を抜いたので、先ほどウールマットを入れた箇所にソイルを補充しておきます。正直これも気休め程度にしかならないんですけどね。というわけで石の苔を取っていきます。やり方は簡単で、APT フィックスを歯ブラシにつけ、苔がついている箇所に塗布するだけです。
レイアウト素材はこうやって水上でピンポイントに塗るやり方が効果的だと思います。ただ、以前の動画で説明したように APT フィックスは水草に対しても強く作用するため、できるだけレイアウト素材以外にはつかないように気をつけてください。というわけでひたすら石に塗りたくっていきます。黒ひげだけでなく石の色をくすませているのっぺりした苔もこれで取れるように全体に塗っておきました。すべて塗布し終わったらいつも通り注水していくんですが、生態への影響を考え一応水を抜きながら入れていきます。これで余分な APT フィックスを早めに取り除く作戦ですね。これは気持ち的な問題が大きいので意味があるかはわかりません。というわけで APT フィックス塗布後翌日の映像がこちら。黒ひげ苔はまだあまり変化はないようです。ただのっぺりした苔はだいぶ落ちているようで、本来の石の色が出てきている気がします。これは引きで見た方がわかりやすいですね。1日前よりも白くなっているのがわかると思います。さすが APT フィックス。続いてそこから3日後の映像がこちら。明らかに黒ひげ苔が白くなってますね。効果てきめんということで石についていた黒ひげ苔は完全に駆除することができました。あとはこの白くなった黒ひげをヤマトヌマエビが食べてくれると思います。石の苔は完全に対処できたので、仕上げに黒ひげがついていたニューラージュパールグラスをトリミングしておきます。局所的についていただけなので大掛かりなトリミングは必要なさそうです。これを放置しているとまた石にもついてきますからね。油断も隙もありゃしない。最後にトリミングカスを回収するついでに水替えもしておきます。また、未だにソイルが流出し続けているので、漏れてると思われる箇所に新たにいつものウールマットを入れておきました。というわけで、ニューラージュパールグラスを刈り込んでから2ヶ月経過しましたが、思った以上に手強い水槽です。対処してもいろんな問題が頻出しており、根本的な解決に至るまではまだまだかかりそうですね。レイアウト自体は気に入っているので、できればソイル流出もなく綺麗な状態に戻せればと思っています。まだまだこの水槽の行方が気になるって方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますのでそちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。